こんにちは。ギタリストの翔吾です。今回はですね、クルーズシップミュージシャン、ギタリストがどのような機材を船に持ち込むのかを紹介させていただければと思います。では、よろしくお願いします。まずはギターですね。僕がメインで使っているギター2本紹介させていただければと思います。はい。それではですね、まず最初にこちらの、サーモダン。これは僕のメインギターですね。何でもできて、いろんなジャンルに対応できるギターで、もうかれこれ十数年は使ってる、13、4年ぐらいですね。もう使ってます。もうずっと使ってて、手にも馴染んでて、一番好きなギターですね。このギター、ちょいちょい手を加えててですね、例えばこのブリッジとかは、ローヴィンテージに変えてて、かつ、このサドル下の部分だけ、1、2、3弦だけですね、グラフテックのものに変えたりとか。あとは、そうですね。ここにスイッチがついてたんですけど、押したらブリッジだけになって、この辺のサーキット全部、カットしてくれるっていうスイッチだったんですけど、それも外して、あとこの、ピックアップスイッチ、ピックアップセレクターですね。もう、別の仕様になってたんですけど、スタンダードな組み合わせになるように変えてあります。あとはですね、この、ストラップピンをロック式のものに変えたりとか、ジムダンロップの、型番忘れちゃいましたけど、ガチって差し込んで外れないようになってくれるやつを使っていて、そうそう。ここにトレモルのついてるんですけど、その固定するやつは外してあります。ネジのやつ。ベルトとかに引っかかっちゃって、すごいチューニングずれたり、ネジが外れちゃったりしたんで外しちゃいました。あとはそうですね、特に変えてないと思うんですけど、このテープは、一弦が、ピックアップのところに引っかかっちゃうので、テープ貼ってます。前は白いテープにニコちゃんマーク手で書いてたんですけど、ちょっと、訳あって外しちゃいました。汚くなっちゃったんで。ベーシックな、スペックはですね、フレームメイプルトップ、で、マホガニーバック、で、マホガニーネックですね。で、本当はこの、メイプルトップの色も、綺麗な青色だったんですけど、時間経って茶色くなってきちゃいました。なんでですかね、昔から気になってたんですけど、急に色が変わっちゃいました。あとはノブ変えてたりとか、プッシュプッシュか、のものに変えてて、これで、ピックアップをシングルに切り替えたりできます。本当はね、これネックサテンだったんですよ。マットフィニッシュというかサテンフィニッシュだったんですけど、長年使ってたからか、オイルフィニッシュになってますね、これ。見てもらえればわかるんですけど、このヘッドの部分は前のままなんですよ。昔の通りちゃんとサラサラしてるんですけど、色の違い見てくれればわかると思います。っていう感じですかね、このギターに関しては。本当に昔から長く使ってるギターで一番愛用しています。続きましてですね、こちらの、フェンダーメキシコのテレキャスターですね。ブラックペイズリーの柄になってまして、まず見た目が可愛いっていうのが一番のポイントなんですけど、それに加えてですね、変えてる部分といえば、見た目の部分ぐらいなんですけど、このつまみですね、ノブをちょっと、金色のものに変えて、ストラップピンも同じくジムダンロップのロックピンなんですけど、ここも金色にしてて、変えた部分は本当にでもこれだけで、サウンドに関しては本当に一切いじってないですね。主に、半音下げのチューニングにしてあります。演奏してて、曲によっては半音下げしないと弾けないやつ、もしくは半音下げにした方がいい音に聞こえる、いいサウンドになる時にこのギターを使ったり、あとはカントリーの曲とかを弾く時にですね、一番音がしっくりくるので、サーのギターでもそういう音は出せるんですけど、個人的にこっちの方がいいなっていうふうに思ってます。カントリー弾くときはですね、スタンダードチューニングに戻してきますね。基本的には。パワーが強めなので、よくあるテレキャスの音っていうのに比べると、割とモダン寄りな音になるんですけど、でもやっぱりクリスピーで
トワンギーな音が出せるので、いい音を出してくれるギターですね。あとは、ゲストのバック演奏の時とかに、ジャズっぽい曲を弾く時とかは、これ使ったりしますね。ジャズっぽい音も出せるので、割と気に入ってますね。本当は、ドロップ D にできるヒップショットがね、ここにつけるペグのとこにつけるカチャンってやって、ドロップ D にできるやつとかをつけたり、ピックアップをね、さっきも言ったようにパワーが強いので、ヴィンテージっぽい方向性の音の出るピックアップに変えたりとかもしてみたいんですけど、なかなか踏ん切りがつかないのでね、現状このままで使っています。でも、それでもやっぱいい音を出してくれるので、あとはそういう音の出るね、テレキャスを買えばいいんじゃないかという気持ちもあるんで、ね、やっぱ物欲はね、止まらないですよね。こういうのはね。いい音の出るテレキャスと好きな音が出るテレキャス一本ずつ持つのが理想かなって思います。ただこれ以上ね、ギター増やすのもちょっと大変なんで、選ぶのも大変だし、どっちがいいかなって迷っちゃうんで、なるべく一本に絞っています。で、ギターは2本ともダガリオのこの、コーテッドの弦ですね。XS のニッケルコーテッドですね。これが一番いい音が出せて、かつ長持ちがする。で、いい音の状態も長持ちしてくれるんで、最近はずっとこれを使ってますね。SAR の方には、この10から46までのゲージですね。1046ってやつでしょうか。で、テレキャスターの方にはちょっと太めで、1149のゲージを貼ってます。半音先にするっていう特徴があるのと、スタンダードチューニングにしても、1149の方が、テレキャスターは音に張りが出て、若干むしろ弾きやすくなるぐらいですね。多分ブリッジがハードテールだからとか、いろいろ要因があるんでしょうけど、僕は1149で落ち着いてますね。あと、ここ結構大事なんですけど、船に乗る、長期間の場合ですね。長期間船に乗るっていう場合は、ちょっと遠出して楽器屋にも行こうとかは気軽にできなくなるんですよ。なので、いつも必ず予備の弦は持っておきましょう。本当に積みます。弦がないと。たまにあるのが、弦が切れて、切れちゃった。じゃあ張り替えようってなって、張り替えた瞬間また1本切れてとか、たまにあるじゃないですか。その時に、もうない、もう1弦ないとかなったら、えらいことになるんで、必ず予備は持っておきましょう。サウンドハウスとかね、Amazon とかでいつでも注文して受け取れるわけじゃないので、多少心配性なぐらいがちょうどいいので、一応ですね、僕の乗る船には Amazon 届けられるんですよ。一部の船着き場では Amazon で注文したものを Amazon ロッカーに送るなり、船に直接届けてもらうなりできるんですけども、3日に1回とか1週間に1回のペースとかじゃないので、いずれにしても多めに持っておきましょう。弦に限らずですね、消耗品も余裕持っておきましょう。ピックとかね、割となくなったり、削れちゃったりして、新しいのにしようって気軽にできないので、余裕持ちましょう。ちょっと寄り道しちゃいましたけど、僕はですね、コーティングが欲しくて、どういうことかっていうと、錆びが早く出てきたりするじゃないですか。ましてや室内とはいえ、一応、ね、周りは海なので、潮風が多少入ってきたりとか、あんまりないですけど、そういうことも鑑みて、あと手汗かくので、割とすぐ錆びちゃうんですね、僕は。錆びるんだったら、コーティングじゃなくて普通の弦でもたくさん持っていけばいいじゃんとか、弦の張り替えサボるなよとか、思われるかもしれないんですけど、気持ちはわかるけど、でも、ぐっと飲み込んでほしい理由が、まず、僕も限界あんまりしたくないんですよ。確かに言うようにめんどくさいんで。ただ、これ一回貼ったら、そうですね。余裕見積もっても3週間は持つんですよ、僕は。長ければ1ヶ月以上持ちますし、なんでじゃあんま張り替えたくないか、めんどくさい以外の理由で。っていうのが、ワンセット、3週間持つとして、コーティングなかったら、1日の人もいるし、3日で変えればいいやってなる人もいるんでしょうけど、単純計算7倍、3日に1回だったら7倍、
1日1回だったら21倍になるわけですよ。で、それをですね、僕まとめて、10セットなり、15セットなりを、飛行機乗る前に、日本に出る前に買い込んでおいて、そのまま飛行機で飛ぶんですけど、じゃあそれが全部コーティングなしでそんな頻繁に張り替えるような数を持っていかなきゃいけなかったとしたら、えらいようになりますよ。スーツケース埋まっちゃうと思うんで、なるべくね、荷物は減らすに越したことはないです。なので、僕はコーティングを使います。決してサボってるというわけではございません。当然、このね、2本のギターを、持っていくのにケースが必要なんですけども、僕はこの、よいしょ。この、バカでかいんですけど、リユニオンブルースの RBC2 の E を使ってます。いわゆるエレキギターが2本入るケースになってます。まずですね、何よりこれのいいところ。めっちゃくちゃ丈夫です。もうパンチしても全然大丈夫なぐらい丈夫です。やりませんけど、動画では。一部、なんか YouTube に上がってる動画見たときは、マンションの上からケースほっぽり投げてギターが大丈夫だったとか、車に踏ませて大丈夫だったとかっていう動画は見たことありますけど、そのぐらい丈夫っていうことですね。怒られそうなので僕はやりませんけど、気になる方は自分で探してみてください。とにかくですね、この丈夫なギターケース、僕は預け荷物としてチェックインしちゃいます、これは。もうお願いしますって。そのぐらい信用してるケースなので。で、今のところどうですかね、もう10回以上は乗ってるんですよ、飛行機に。これで。全然傷もないし、問題なく使えているので、もういつもギターは持ち運んでますね。預けるときはですね、このギターストラップを収納できるんですけど、ここにちゃんとストラップ収納しましょう。荷物をね、こう運んでくれる人たちが引っ掛けちゃうかもしれないんでね。そこは、ちゃんと配慮して、引っかかってね、ストラップ壊れちゃったとかなったら、それはそれでね、嫌だし大変になっちゃうので、この部分はですね、小物とか、ケーブル類とかはこの中に入れちゃうんです。で、危なそうな、工具とかは預け荷物じゃないと、もしかしたら手荷物検査で弾かれちゃうかもしれないので、工具とかは、この中なりスーツケースに入れたりとかして、ちゃんと安全に持ち運べるようにしましょう。さて、小物類なんですけど、こちらになります。まずピックですね。ピックはこのジムダンロップの、フローですね。厚さは個人的にいろいろ変えたりしてたんですけど、前は 0.6 ミリだったかな。で、今はこの青 1.0 ミリに落ち着いてます。この青いやつですね。一番指の形にこうやってマッチして弾きやすいです。基本的にはこの先っちょを使うんですけど、場合によってはこの角のところを、上の方の角ですね。これを使って弾いたりもします。で、だいたい60枚入りのセットがあるんですけど、30だったかな ?60 だったかな、60だとして、基本1袋、もしくは2袋買って、常にストックしてます。こういうのね、細かく買うのちょっとめんどくさいんで、これは大した重さにもならないし、これは多めに用意していきます。で、好みでなんですけど、こういうサムピック、こうやって親指にはめて使うやつですね。これを使うときもあります。これは、速いアルペジオを弾くときに重宝します。こうやって弾けるので。このピック、このピック自体の部分が普通のピックと同じ感じじゃないですか。なので、こうやって浅く持てば、ピックみたいに弾くこともできます。これ結構好きです。カポは、これとあともう一個あります。予備で。で、事前に一個はアンプの上か、スピーカーの上に置いておきます。急にカポが必要な曲を振られることもあるので、その時のために常に手の届くところに置いてます。クリップチューナー。これですね。TC のユニチューン2つとコルグのチューナーですね。主にこの2つを使ってます。
ポリチウムもあるんですけど、ポリチウムの機能は使わないので、ユニチューンで。で、一番いいのが、グリップの強さですね。これが強いので、しっかりグリップしてくれて、で、ちょっと激しめに動いても大丈夫なようになってます。これはまあ予備ですね。あと、アコギ使うときには、アコギにこれ使ったりします。続きまして、このスライドバーですね。これ、先が、埋まってるものになります。これはね、重さもバランスもちょうどいいので、こうやって使えるんですけど、熱気がこもるので、あんまり長い時間使うなら、もう一個、これもあるんですけど、ここが空いてるやつもあります。これはまあ、長く使うときとかね、こうやってしっかり曇ったりもしないし、水分がたまらないので、あくまでこれがメインですね。一番使いやすくて、かつ、弾きやすい。この、某楽器店のケースに入った、これは、工具箱ですね。メンテ用具とか、あとは、ギターの弦を変えるやつとか、ギターなり、エフェクターなりを調整するのに、本当はドライバー、これだ。ドライバーもここに入ってて、こういうので調整なりなんなりをしていきます。あと、この工具は、ものによっては、刃の部分が大きいやつとかは、そういうのはあんまり使わないかもしれないですけど、そういうのを持っていくときって、船だと NG 食らうことがあるんで、事前にそういうのは確認しましょう。持ってけるサイズかどうかとか、没収されたりね。あと空港で持ち込むときも、必ず預け荷物に入れてください。ワンチャン、弾かれるんで。続きまして、この、おそらく上履き入れみたいな違う、スポーツシューズ入れか。みたいなバッグなんですけど、これの中には、こうやって電源とか、予備のデイジーチェーンのケーブルとか、電源ケーブルとかですね。で、なぜかテンキー入ってますけど、これは今回、船が、年またいで、4月まで食い込んじゃったんですね。なので、確定申告しなきゃいけなかったんですよ。なんで、テンキーが必要でした。これがあると、確定申告のスピードめっちゃ上がるんで。続きまして、こちらのケースは、こっちには、プロビデンスのパッチケーブルがいっぱい入ってます。メインでボードに使うやつと、予備が3本ぐらいかな、確か。で、こっちのポケットには、アーニーボールのパッチケーブルが入ってます。これも予備が多分4本ぐらい入ってる。アーニーボールのケーブルに関してはちょっと買いすぎちゃったんで、これはパッチケーブル入れですね。で、イヤモニ。これは、KZ の ZAS っていうモデルになります。これ、割と安めで音がいいっていうか、一番聞こえやすいんですよね。で、何がこれいいかって、オーダーメイドのイヤモニだと、現地調達で、専用のケーブルとか、イヤープラグとか、イヤープラグはないかもな。でも、そういうのが手に入らないんですね、まず。なので、なんかケーブルがダメだったら、使えなくなるかもって思うと、こういう市販品にした方が無難かなって思います。オーダーメイドのイヤモニ持ってないんで、関係ないですけど。で、僕みたいにね、予備を持ち込みするならいいと思いますよ。僕もこうやって手話の215ですけど、これを予備で持ってます。どっちもですね、ナイスヘックかな多分読み方のダストスカイっていうケーブルにリケーブルしてます。これは音の好みですね。音の好みと見た目の可愛さと、あとこのケーブルの頑丈さですね。めちゃくちゃ頑丈です。あとこのプラグの部分とかね、結構大きめでしっかりした形状をしてるので、個人的に好みです。一応、みんなそうしてるかなと思うんですけど、このケーブルを服の内側に通した方がいいと思います。ストラップに引っかかるんですよ。ギターとかベース弾いてる人って。あと、ギターを持ち替えするんですよ、僕。で、持ち替えるときに引っかかって耳から、イヤモニ外れたりすると、ストレスがマッハでぶち上がるんで、僕は必ず服の下にケーブル通すようにしてます。ちなみに船によると思うんですけど、自分の場合は、メインのステージでは、ワイヤレスの受信機をもらいます。なんで、これを服の下に通して、ポケットにワイヤレスを入れて、繋いで音を聞く。
で、ゲストのバック演奏の時は、だいたい Q ボックス、さっき言ったエビオムっていう Q ボックスが1人1台もらえるので、それを繋いで聴ってます。まあ、いずれにしてもね、クリック聴きながら演奏になるので、イヤモニは絶対必須ですね。まだイヤモニ使ったことないよっていう人は、今のうちに慣れといた方がいいと思うんです。小物は以上かな。まあ他にもあった気がするけど、小物としては一応こんな感じです。あ、これ、イヤモニ用に絶対持っといた方がいい。支給されないこともあるんで、1個は必ず持ってください。で、心配性でしょ、僕。もう1個あります。これは絶対2個持ってます、僕。で、紙の譜面をもらうとき、オリジナルを持って来てもらえるんですけど、オリジナルコピーを。で、記入してもいいんですよ、譜面に。ただ、絶対に鉛筆でしてください。鉛筆なりシャーペンなりで。シャーペンもあんまり良くないです。跡がついちゃうんで。絶対鉛筆を使って書き込みしてください。メモが必要だったら。後で消せるようにしとかないといけないので。まあ、鉛筆1本ぐらいは別にどっからもらえるかもしれないですけど、一応持っておいた方がいいです。まあ、小物類は以上ですかね。まあ、こんな感じだと思います。もう一個大事なものがありましたね。それは、これです。櫛。まあ、これじゃなくていいんですよ。どんな櫛でもいいんですけど、一個は持ってます。身だしなみもそうなんですけど、僕髪の毛長いじゃないですか。絶対に1日10回は髪の毛溶かすので、100% 必須です。これ絶対みんな持ちましょう。必ず櫛は1本持ってください。